こんにちは。行政書士社会保険労務士の小園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は高額療養費制度の見直しに関して見直し案が公表されましたので、その概要についてご紹介をしていきたいと思います。この高額療養費の見直しについては2024年末に一度改正案が出されましたけれど、様々な理由から結果として頓挫をしているという状況になっております。そして今回新たにですね、前回の反省を生かして高額療養費制度の見直し案というのが提示された形になります。まだ、案の段階ですので確定ではありませんが、その案に基づいて、高額療養費制度の変更内容について見ていきたいと思います。今回はですね、前回と異なり2段階での見直しという形になっており、しかしですね、自己負担額というのは最大で 38% 増えるという状況になっております。今回の概要ですけれど、高額療養費につきましては医療保険制度の中の一つになってきますので、まずは医療保険制度の概要、そして高額療養費とはどのような制度なのかについて見ていきたいと思います。そして、高額療養費、現行のもの、限度額等の仕組みについて見ていった上で、今回、公表されました高額療養費制度見直しの内容について、ポイントをご紹介をして、最後に注意点とまとめという形になります。まずは日本の医療保険制度について見ていきたいと思います。日本の医療保険制度につきましては、国民皆保険制度というのを採用をしております。誰もがいつでもどこでも必要な医療を受けることができる。そして窓口での支払い額を低く抑えることができるという制度になり、多くの方では3割負担、また一部の方は1割、2割という方もいるかもしれませんが、そのような形で医療費総額の自己負担額というのが一部国が負担をしているという状況になっております。そして日本の医療保険制度については大きく3つに分かれますが、75歳以上の高齢者の方は一律に後期高齢者医療制度に加入をすることになっております。この後期高齢者医療制度につきましては、以前の改正で1割負担から2割負担に対象が拡大しており、その結果ですね、負担軽減策として軽減措置というのが取られておりました。こちらの軽減措置につきましては2025年の9月末で終了という形になっている状況になっています。そして75歳未満の方については、被用者保険と言われるものが国民健康保険というものに加入をするという形になっておりまして、このうち被用者保険につきましては、今加入者数が約7700万人と言われております。この被用者保険につきましては、主にサラリーマンの方が加入をして、その保険料は事業主が半分を負担をするというものになっております。そして保険者、運用主体としては、協会憲法であったり、健保組合であったりという形になっております。そしてこの被用者保険、協会憲法の方に関しては、令和8年度の保険料の引き下げというのが発表されておりまして、こちら別の動画でもご紹介をしておりますけれど、34年ぶりの保険料引き下げという形になっております。一方、75歳未満の方で被用者保険に加入をしない方については国民健康保険に加入をするという形になっておりまして、75歳未満の方ですとか、自営業者の方、被用者保険加入者以外の方が加入をするという形になっており、今現状は約2400万人の方が加入をしている状況になっております。こちらにつきましては、社会保険の適用拡大という状況を受けまして、年々国民健康保険の加入者は減っているという状況になっております。で、その中ですね、高額療養費という制度があります。1ヶ月の医療費の自己負担額が高額になった場合に、自己負担の限度額を超えた分が後で払い戻される制度という形ですが、このポイントとしてはですね、月をまたいだ場合は月ごとに自己負担額を計算をしていかなければいけないということ。また、医療費が高額になることが事前に分かっている場合はですね、限度額適用認定証というのを発行
行してもらって、こちらを活用することが可能です。この限度額適用認定につきましては、マイナ保険証によってオンラインでの同意というのが可能になっておりますので、マイナ保険証の活用も進めていってほしいと思います。そんな中ですね、高額療養費の限度額の仕組みですけれど、こちらはですね、ポイントとして1ヶ月の自己負担限度額に関しては年齢と所得によって異なってきます。まずは70歳以上なのか、69歳以下、70歳未満なのかという区分になります。そしてその上で70歳以上の方というのは外来に関しても上限があるというものになっております。さらにですね、この医療費の負担を軽減する仕組みとして、世帯合算という仕組みもあります。また、その他にですね、多数回該当というのもありまして、1年間に4回以上の場合は限度額が引き下げられるという仕組みもあり、年齢と所得、そしてさらに軽減をする仕組みというのが設けられております。そして1ヶ月の自己負担限度額ですけれど、こちらの表は70歳未満の方の場合ですけれど、所得区分というのが5つに分かれている状況になっております。それに応じて自己負担限度額というのが決められている。所得区分ですね、⑤、⑤につきましては定額になっておりますが、それ以外の方は計算式に当てはめて限度額を計算をするということになっておりまして、基礎的な負担額にさらにですね、保険適用される診療費用総額から一定額を引いた 1% を上乗せをするという形で限度額を求めていくという形になっております。このような形でですね、所得区分に応じてそれぞれの限度額というのは異なるという状況になっております。このような高額療養費制度ですけれど、現段階で見直し案というのが発表されました。かなり複雑になっておりますので、ポイントだけご紹介をしていきたいと思います。今回の高額療養費制度見直しのポイントですけれど、大きくは4つかなと考えております。まず1つ目ですけれど、高額療養費の上限が段階的に上がるということ。そして2つ目、ただし、長期療養治療者の人は守られるという仕組み。また、3つ目として、今までは月だけでしたけれど、今後は年の上限が新設をされる。そして4つ目、高所得者の人ほど負担が増えやすくなるというものになっております。それでは具体的に見ていきたいと思いますけれど、1番目、高額療養費の上限が段階的に上がるということですが、2024年時の改正案では一気に引き上げという話でしたが、今回はですね、こちらが修正をされて2段階での引き上げとなっております。2026年8月、そして2027年8月という形になっておりまして、2026年8月は上限の引き上げというので、平均所得の階層でいきますと、5700円上限が引き上げられるという形で、最大 4% から 38% と引き上げとなっております。そして、自己負担額というのは所得区分に応じてと説明はしましたけれど、こちら、所得区分がですね、2027年8月からは、さらに細分化をされて、13区分になるという形になっております。そして、2つ目として、長期治療の人は守られるということですが、2024年の改正案の段階では、長期治療者からの強い反発があったことを受けまして、今回、多数回該当の上限は据え置きという形になっております。また、今回ですね、新たに設けられるのが、月だけではなく、年の上限が新設をされるということで、今まで4回以上の多数回該当に該当しない方というのもいた状況ですけれど、多数回に該当しない人でも年間上限を新たに設けることで支援をしていくという形で、この年間上限につきましては平均所得の方で53万円という形になっております。この年間上限につきましては70歳以上の方の外来特例についても同様という形になっております。
すなわちですね、今までは多数回該当で4回に該当しなくても高額医療負担をしていたという方が多いかもしれませんが、そういった多数回該当に該当しない方でも上限が設けられて、年単位でストッパーが効いてくるという状況になっております。そして4つ目としてはですね、やはり全体としては上限の引き上げが行われる。そして2段階目の引き上げでは所得区分の細分化という形になりますので、高所得者の人ほど負担が増えやすいという形になってきております。こちらもですね、応能負担という考え方が非常に広まってきているのではないかなというふうに思います。そして最後に注意点とまとめですけれど、今回の高額療養費の上限改正ですけれど、負担の急増の回避というところと同時にですね、守る仕組みも同時に導入をしているのがポイントかなというふうに思いまして、2024年時の内容から非常によく考えて作っているなというのを感じます。また、高額療養費の払い戻しについてですけど、診療月からですね、だいたい3ヶ月以上かかってしまいますので、早めに申請をしてほしいと思います。また、その間のですね、資金繰りの部分に関しましては、高額利用費貸付制度というのもありますので、こちらをぜひ利用してほしいと思います。もちろんですね、病気になる前からの予防というのも大事になってきております。会社としてもですね、定期健康診断は義務になっております。一定の要件を満たすパートの労働者の方も対象になりますので、企業はですね、労働者の健康管理もしっかり行っていってほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。